こんにちは、村雲です。今回はですね、GR スープラの収納の能力の紹介と、合わせて私が実際に使っているその収納能力アップのアイテムを紹介しようかなと思います。実際こういうスポーツカーって、やっぱり不便なのかなだったりとか心配されてる方とか結構いるかなと思うので、そこら辺を赤裸々に紹介して、合わせて収納アップの対策アイテムだったり、小技っていうのを実際に私が実践している小技っていうのを紹介しようかなと思ってます。はい。まずはトランク容量からご紹介します。で、GR スープラのトランク容量は290リッターあります。ただですね、ちょっと開口幅があまり大きくなくてですね、こんな感じで、おそらく合成確保するための工夫だとは思うんですけれども、近くに聞き取られています。で、中を覗いてみると、スープラの車幅って1865ミリあるんですけれども、それにふさわしく横には大きく取られていて、なので、やはり開口幅が狭いけど、中は思ったより広いっていう風になっていて、ちょっと物の詰め込みっていうのは結構難しいんですね。この後、スーツケースを実際に乗り込めるっていうところをやってみようかなと思うんですけれども、そこが一つ不便に感じるところですね。で、ちなみに今いろいろと悪戦苦闘してるんですけれども、トランク下に収納スペースは特にありません。実際バッテリーが積まれているので、その下に何かもアイテムを積むっていうのはできません。はい。それではこんな感じの4泊5日泊まれる分のスーツケースっていうのを一回 GR スープラに積み込むときにどうなるかっていうのをお見せしようかなと思います。普段は両手でやるんですけれども、こんな感じで、カメラ片手なんで片手です。で、こんな感じで載せますと、やっぱり開口幅が狭いので、このサイズでも結構ギリギリなんですよね。で、この後にですね、ちょっと横側に寄せてっていう風にやるんですけれども、見ていただいたら分かる通りですね、高さ方向結構ギリギリなんですよね。なので、今こんな感じでですね、サイドのところにえぐられているこの高さ分っていうものが結構低くてですね、この4泊5日分のスーツケースの高さでギリギリっていう風になっていて、なのでですね、イメージしていただくとですね、スープラって横方向にすごく大きい長方形が入ってるっていうようなイメージになっていて、高さ方向があまり取られてない。もちろん車高が低いスポーツカーなのでそれはしょうがないんですけれども、なのでこの分っていうものが実際の使い勝手っていうところで障害になるっていう人はいるんじゃないかなと思います。次にドアの内側の収納です。で、まず最初にここの部分にくぼみがあります。ただここは収納スペースというよりもですね、私普段は、こんな感じでですね、ドアの、開閉の時の取っ手代わりに使っているので、ここは収納としてはあまり使えないんじゃないかなと思ってます。で、次にですね、下側に、こんな感じでドアのポケットはあります。ただ見ていただいたら分かる通り、すごく薄くてですね、で、もちろんペットボトルなんか入るわけもなく、あまり実用性が高い収納スペースではないです。なので私はですね、普段はですね、こんな感じで室内拭き用の、クロスを常にここに忍ばしていて、これでいざという時に、掃除をチャラチャラっとするような風にやっているので、ドアの内側のスペースとしてはあまりないですね。続いてセンターコンソール下のトレイですね。こちら非接触充電とかに対応していていただけるとありがたかったんですけれども、それの対応等々はないですね。ただのトレイ、小物になってしまってます。で、あとは、左下に USB の電源と AC12V のシガーソケットがあります。センターコンソール下の収納は以上ですね。続いてアームレストにあるペットボトルホルダーですね。スープルにはこんな感じで縦置きで2つペットボトルのホルダーがセットされています。ちょっと蓋とかがないのがちょっと物寂しいんですけれども、2つ確保されているっていうところで、利便性としては困ることはないかなと思っています。で、その後ろにですね、こんな感じで結構深めの小物入れのスペースが設けられています。サイズ的には今示している通り、私の指が全部入ってしまうぐらいなので、結構深さはあるっていう印象ですね。ただ正直なところ、私、ここのスペースのうまい活用方法っていうのが思い浮かんでなくてですね、デッドスペースになってしまっています。なので、いい感じの活用法とか、紹介いただけるならば、コメント欄とかに書いていただけるとありがたいです。はい。私にとってのデッドスペース2つ目ですね。こちらのネットはですね、助手席側のセンタートンネルに備え付けられているネットになっていて、しっかり物の固定とかはやってくれそうなんですけれども、これ普段どう使えばいいのかっていうのが私思い浮かんでないですね。助手席に乗った人の携帯電話をセットするぐらい
なのかなと思ってです。運転席側だと、ちょっと手が届きづらくて、しかもどうなってどういう状態になってるかっていうのを確認しづらいので、運転手の人の携帯をセットするっていうのはちょっとあまり活用法としては考えられないかなと思っていて、こちらもいい感じのアイディアがあれば教えていただきたいです。はい。収納スペース紹介、ラストですね。グローブボックスの中になります。こんな感じで肝仕上げ等々されていて高級感はあるんですけれども、見ていただいたら分かる通りですね、めちゃ狭くてですね、車検証と取扱説明書を入れてしまうとパンパンになってしまって、ボックスティッシュとかも全然入らないので、あまりここも、本当に、必要最低限なスペースが確保されているっていった印象です。はい。これで一旦スープラの収納能力の紹介は以上となります。でですね、見ていただいたら分かるように、4泊5日のスーツケースが入ったりっていうところで、旅行に出かけるっていうのにも特に不便はしないでしょうし、あとはペットボトルホルダーもちゃんと2個備え付けられていたりっていうところで、特に普段使いのところで、不便に感じることはないかなとは思うんですけれども、そうは言っても必要最低限の収納っていうところですね。スポーツカーとして当たり前なので、そこを理解した上で買っているので、そこは問題ないんですけれども、こんな感じです。で、ここからですね、私がその先ほど申し上げた収納能力をより有効活用できるような実際に使っているアイテムっていうのを紹介していこうかなと思います。はい。まず最初に紹介するのは、巻き取り式の USB 充電器ですね。これら商品はすべて概要欄にリンクを貼っておこうかなと思います。で、これはですね、片側に USB のポートで、もう片方にライトニングケーブルであったり、USB の、通常のマイクロ USB と Type-C、それぞれ3つがついているっていうのがありますので、もともとスープラって USB の端子のポートっていうのが1個しかないので、これを使うことによって、これ1個だけで、全てのモバイル機器を充電できるっていうので買いました。で、あと、この画像に示しているようにですね、こんな感じで巻き取り式なので、引っ張るとこんな感じで伸びていってですね、結構柔軟に稼働してくれるので、かなり重宝しているところですね。続いてですね、シガーソケットのところに差し込んで、USB のポートを増設するアイテムですね。こちらかなりコンパクトで収まりがいいので気に入ってます。これをですね、シガーソケットのところ、これまでデッドスペースになってたところですけれども、そこに差し込むとですね、USB のポートと、あと Type-C のポートですね。それらを合わせて増設することができるアイテムになっています。こんな感じですごくコンパクトなので、収まりがいいので結構気に入ってますね。シンプルに、収まっているので。はい。で、普段はですね、私、左側の USB ポートを使って、先ほど紹介した、リード線を使って、モバイル機器の充電をやっていて、でこっち側の増設した分のところに先日公開したイルミネーションのアイテムですね。それを追加することによって、そっちの電源をこちらから取っているっていう手法をやっています。次はペットボトルホルダーの増設ですね。こちらのアイテムを使うことによって、1つのペットボトルホルダーの穴を2つに増設できるようなアイテムになっています。これ実は私がスープラ関連で初めて買ったアイテムかもしれないですね。で、こんな感じで差し込んでいって固定します。これをすることによって、1つの穴からペットボトルホルダーが2つ生えているようなイメージですね。はい、こんな感じで2つです。で、あとこの上の部分っていうのも結構柔軟に稼働してですね、こんな感じで斜めに向けたりとか、あとスライドさせたりっていうのができるので、レイアウトの自由度としても結構高いので、私はこれ結構気に入ってますね。なんでわざわざペットボトルホルダー造成したかというとですね、私こんな感じでペットボトルホルダーに差し込める小物入れにですね、こんな感じでガムいっぱい入れてですね、これを噛みながら糸をドライブしてるんですよね。眠気対策ですね。ちなみに私はいつもアクオのガム噛んでます。あれ美味しいですよね。はい。なので、これで1個使ってしまうとですね、ペットボトルホルダーが2個だと、仮に誰かを助手席に乗せたときにですね、その人の分の助手席スペースがなくなるということで、ペットボトルホルダーの増設の必要性に迫られました。続いて、芳香剤の紹介です。私は普段この芳香剤を使ってます。この四角形の芳香剤使ってます。で、これの芳香剤の特徴なんですけれども、置くスペースが助手席の下なんですね。こんな感じで両面テープでしっかり貼り付けて芳香剤を固定するタイプになってます。で、これをすることによってですね、車両の収納スペースを使わず、かつ目立たない位置に、芳香剤を設置しつけるっていうので、それが気に入ってます。またこんな感じで結構大きいので、長持ちするし、匂いもしっかり出てくれるっていうところで非常に気に入ってますね。ちなみに私はホワイトムスクの芳香剤を使ってます。あれもいい匂いですよね。
はい、最後はこちらアイテム紹介という小技ですね。こちらトランクスペースのところに開いているバンドなんですけれども、私は普段ですね、ここのところに車検証と取扱説明書を固定してます。画像のような感じですね。で、そうすることによってグローブボックスの中身を開けてます。はい。で、それで開いたグローブボックスの中には、こんな感じでポケットティッシュを大量に詰め込んでますね。もともと申し上げた通り、ボックスティッシュはどうしても入れなかったので、ポケットティッシュを大量に詰め込んで、いざという時に使えるようにしてあります。はい。改めまして、まとめになります。で、今回はですね、GR スープラの収納能力の紹介と、あとはそれに対する対策アイテムの紹介をさせていただきました。で、どれも私が普段使い続けているお気に入りのアイテムですので、気になった方はぜひ、購入してみて使ってみていただけるとありがたいです。はい。で、今回の動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。モチベーションにつながります。以上です。ご視聴ありがとうございました。